皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気でしたか？今日は韓国旅行についてお話しします。先週、私は韓国のソウルに行ってきました。ソウルに行くのはとても久しぶりで、なんと約15年ぶりでした。ちなみに2年前にはプサンに行ったことがありました。実は個人的にはプサンの方が好きだなと思いました。理由は、プサンは海があって観光スポットが多くて楽しめる場所がたくさんあると感じたからです。ソウルは日本の東京と同じで人がとても多いと感じました。でも今回はどうしてもソウルに行きたかったのです。なぜならソウルに住んでいる友達の家族に会いたかったからです。実は去年もソウル旅行を計画していたのですが、出発当日に私が高熱を出してしまい、旅行をキャンセルすることになりました。その時は本当に悲しくて、立ち直るのにも時間がかかりました。でも今年はまた韓国へ行くチャンスをもらえて本当に嬉しかったです。旅行初日は雨がたくさん降っていましたが、傘を差してミョンドンに行きました。ミョンドンからトンデモンに移動して、タッカンマリという鶏の鍋料理を食べました。お店で息子がチャルセンギョッソー、ハンサムですね、と言ってもらい、サービスもしていただけました。息子はサービスをしてもらえることにとても喜んでいました。2日目はソウルに住んでいる友達の家族と会い、一緒に大統領官邸を見学しました。敷地はとても広くて立派な建物が並んでいました。そしてお昼は官邸から歩いてすぐの場所にある市場に行きました。その市場は昔のお金を使って買い物ができる場所でした。そこでそのお金を使って実際に以後受精をこれをくださいと言いながらキンパや唐揚げなどを購入しました。その後、ソデムン刑務所歴史館という場所にも行きました。ここは日本の学校では学ばない歴史について知ることができる場所です。少し怖かったですが、とても勉強になりました。その後は子供たちがキッズカフェで遊びました。韓国ではキッズカフェがとても人気のようです。日本にも似たような施設がありますが、数が少なく、保護者も必ず一緒に入らないといけません。そのため、親は少し疲れてしまうことがあります。韓国では子供をキッズカフェに預けて、親はカフェでくつろいだり、買い物をしたりできるので、とても便利だと感じました。3日目は、キョンボックンという大きな宮殿に行き、博物館も見学しました。韓国の歴史について学ぶ楽しい時間になりました。そしてまた別のキッズカフェにも行き、子供たちが遊んでいる間に、親たちはカフェでゆっくりしたり、買い物をしたりしました。4日目はソウル駅にあるロッテマートに行き、お土産を買いました。私たちがお土産を買っている間、息子は韓国の友達と一緒に遊んでいました。買い物の途中に友達からメッセージと写真が送られてきました。そこには全身びしょ濡れの息子たちが笑っている写真でした。なんと噴水で遊んでいるうちに全身びしょ濡れになってしまったようでした。そのため友達の家でシャワーを浴びさせてもらい、友達からお下がりの服と靴をもらって日本に帰ることになりました。子供たちのすることには驚きますが、楽しめてよかったと思います。そして旅行中に驚いたことは歩いた歩数です。
なんと平均して1日1万8000歩も歩いていました。1日目はなんと2万5000歩も歩いていたんです。年のせいもありますが、とても歩き疲れました。そのため帰りの金浦空港まではタクシーを使いました。タクシーの中で疲れて少し眠ってしまいましたが、約40分ほどで空港に到着しました。そしてタクシー代はなんと2000円以下でした。日本なら同じくらいの距離をタクシーで移動すると1万2000円以上はかかってしまうと思います。とても安くてびっくりしました。日本に帰ってからは空港からタクシーを使わず電車で帰りました。日本ももう少しタクシー代が安ければ乗れるのになぁと感じました。それから少し話が変わりますが、私は毎朝ヨーグルトを食べる習慣があります。私はいつもプレーンヨーグルトに砂糖やバナナを入れて食べています。それで旅行中にコンビニでプレーンヨーグルトを探しましたが、見つかりませんでした。甘い飲むヨーグルトだけが売られていて、食べるタイプのヨーグルトは置いていませんでした。韓国の友達に聞いたところ、日本のようなヨーグルトは韓国ではあまり売られていないと教えてくれました。隣の国でも違うところはまだたくさんありそうだなぁと感じました。今回の韓国旅行は友達家族との時間や歴史を学ぶことが中心の旅行でした。そのため、独身時代のようなエステやショッピング、おしゃれなカフェ巡りや夜ご飯を楽しむことはほとんどしませんでした。でも、久しぶりに大切な友達に会えて本当に感動しました。遠く離れていても、言葉が違っていても、友情を続けられることに感謝しています。皆さんは海外旅行をしたことがありますか？日本に来たことはありますか？よければコメント欄で教えてくださいね。それでは今回はこれで終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。もしこの内容が良かったと思っていただけたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。これからも日本語を楽しく学べるコンテンツを発信していきますので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。